さんこんにちは。リュック1個で世界中どこにでも行っちゃう元アメリカディズニーキャスターななこです。あさってからインドネシアに1、2ヶ月ぐらい行くので、実際に私がカバンの中に何を入れてるのかっていうのをお見せしていきたいと思います。で、寒い国カナダとか行った時も、暖かい国コロンビアとか行った時も、総じてカバンの中身ってそんなに変わらなかったので、これから海外行く人、みんなに参考にしてもらえるんじゃないかなって思います。荷物が多すぎて、どうしたらいいかわかんなくて、いつも困ってる人とかにも見てほしいと思っております。で、私が個人的にそのリュック1個で海外行くメリットを3つ挙げられるんですけど、1つ目はもう現地の生活にブレンドできるってことだと思います。で、厳選したものたちで現地着いてなくなるじゃないですか。いろいろシャンプーとかリンスとか消耗品とかが。ってなるとやっぱ現地の人と同じように、その地元のスーパーだったり薬局だったりその他のお店に行くことで、ここの国の人はこんなの使ってるんだなとか、いろいろ新しいものを試したり発見するとってもいい機会だし、なんかそれこそが本当に旅の醍醐味の一つなんじゃないかなって私は思っております。で、逆に、なくても生きていけるものがあったってことに気づくこともあるんですね。で、どういうことかっていうと、リュック1個で海外行ってる時点で、だいぶ厳選してるじゃないですか、持ち物を。なんですけど、その中でも、何か消耗品とかがなくなった時に、ないまま数日間生きてみて、あれ意外となくても生きていけるなとかあるんですよ。で、私はその旅とかに関わらず、人生一般で、なくては生きていけないものが少なければ少ないほど人生が豊かになると思ってて、で、これはどういうことかっていうと、例えばなくてもは生きていけない日用品とか化粧品が少ないほど、それを買う予定だったお金とか、それを買いに行くために使う予定だった時間とか、自分の人生における大事なリソースが余剰してくるじゃないですか。で、その余剰したそのリソース、お金、時間を自分をその成長させてくれる経験に当てることができたり、大切な人と過ごす時間だったりに変えることができたら、それって素晴らしいことじゃないかなと思うので、その海外行く機会とか、あったら、ぜひぜひリュック1個で行ってみてください。そういうことに気づくすごいいいきっかけになればと思います。あと2つのメリットは、お金とか時間とかみんながよく言うことかもしれないんですけど、お金の節約になります。特に格安航空とかって、チケット自体は安いんですけど、チェックドバッグを預けた瞬間にめっちゃ値段が跳ね上がるっていうのがよくあるので、格安航空よく使う人は、やっぱり手荷物、機内持ち込みだけで行くのが、格安の恩恵を一番受けられる方法なんじゃないかなと思います。で、時間の節約っていうところにおいては、機体から降りてきた時に、そのターンテーブルで自分のスーツケース出てくるのを待たなくていいので、自分の持ってるのだけで空港から出れるんで、あとロスバゲの心配とかもしなくていいって思うと、時間も節約できるし、だいぶストレスフリーなんじゃないかなって思います。初めて行く国とか、特にそうなんですけど、どんだけ完璧に準備をしたと思っても、絶対に足りないものが出てきたり、絶対に現地で何かハプニングってもう起きるのはつきものなんですよ。不可避なんで、なら、元からもう最小限で行って、そのハプニングだったりも経験のうちって何か足りないっていう時は、なるべくクリエイティブになって、現地で工夫して、自分はやっていけるって信じてあげるっていうのも、すごいいい成長のきっかけになると思うので、リュック1個で海外行くのをとってもお勧めします。ということで、本題に入っていきましょう。はい、ってことで、衣類は今 ASMR 調で見てもらったものが全てになるんですけども、今回のポイントとしては、一つ目、こちら、この素晴らしい The North Face の、このなんて言えばいいんですかね、撥水加工プラス防風の、めちゃくちゃ薄いペラペラの上着なんですけど、これはですね、このフードの裏にポケットがついてて、その中にこれを入れ込んでひとまとめにすることができるので、飛行機とか寒かったりとか、あとはハイキング行くときとかはちょっとこういうの必要だなって思うんですけど、普段の生活ではインドネシア暖かいので必要ないっていうときに、こういうちっちゃくなるかつ機能性がついてるっていうのはもう結構すごいと思います。で、これ定価が16,500円だったんですけど、地元の古着屋さんで半額ぐらい、8000円ぐらいでタグ付き新品が買えました。これは本当嬉しかったですね。あとですね、サンダルじゃん。歩きやすいサンダルを買いました。
なんか防水の靴みたいな買うか迷ったんですけど、なんかどうせ暑いならもうサンダルでいっかと思って、で、ただ、なんか安いサンダルとかだと滑っちゃうと思ったのでですかね。はい、これを持っていきたいと思います。これも、地元のセカンドハンドで1000円ぐらいで買ってめっちゃ洗いました。下着はだいたいいつも風呂敷に包んで、各下着3日分、4日分ぐらい持って行って、で、まあ、ちょこちょこ洗濯したりとか、手洗いの洗濯をします。で、洗濯なんですけど、コロンビアの時はなんか、そのココナッツボールみたいなの使って、その中で普通に手洗いしてたんですけど、まあ、洗濯機も週1回は借りれたんですね。今回はちょっと昇格させようと思って、初の試みで、ここにその汚くなった服をどんどん入れていくんですね。まあなんか入れた後に、この圧縮袋の密閉のやつしたらなんか汚れとか匂いとかも漏れにくいと思うし、でまあ溜まったなって思って次の洗濯機使える時までちょっと時間とか空いちゃうなって思った時は、紙石鹸っていうんですかね。この洗濯石鹸の紙バージョンみたいなやつがあるので、まあこんな感じでシャカシャカして洗濯していこうと思ってます。ちなみにこんなものも持っていこうと思います。他の商品も、Amazon で買えるものはリンク概要欄に貼ってあります。コロンビアにいるとき私、コロンビア癖強い思い出多いんですけど、これが私のバスタオル、これと、これだけで生きてたんですね。で、これ使ったことある人わかると思うんですけど、乾いてるときはこのなんか結構硬いっていうかパリパリで、水に濡らしてギュって絞って、湿ってる状態だとすごい吸水するので、なんか台所用、例えば食器拭いたりとか、あとはまあ台所ちょっと掃除したい時用だったんですけど、なんとまあ私はこの食器用で生きていました。こっちで髪の毛ギュって絞って、まあ髪の毛そんな長くないし、で、これで体拭くっていう、もうまさに食器のような気持ちで毎日シャワー後を過ごしていたんですけど、まあさすがに格上げしようということでこれを持ってきます。ほんとこのめちゃくちゃ、わかりますか？薄くてちっちゃい水泳用のタオルを見つけたので持ってきます。サイズ感はこんな感じです。はい、ってことで、あと衣類系で、おうちスリッポン。これはまあスリッパみたいな感じですね。あと帽子、サングラス、タオル3枚となっております。こんな感じで、ネックレスは持ち運んでます。1クリームケースに1つだと絡まらなくてめっちゃいいです。で、ピアスと指輪もこのクリームケースに入る分だけ持ってくようにしてます。なので全部小ぶりのやつですね。こんな感じです。あと、コテは持ってかないんですけど、ドライヤーは持っていきます。で、次はガジェットです。今、インドネシアのホステルから撮ってます。なんとですね、このユニバーサルアダプター、ついに買いました。これは全世界で対応できるアダプターなんですけど、この横のレバーをいじると、この、例えば EU に対応できる、インドネシアもこの形ですね、とか、こんな感じでレバーを引いたり押したりすることで、全世界対応のアダプター、これはイギリスですね、に変わっていきます。すごいですよね、これ。で、これ2本ですね。しかも、これ1台あれば最高で6台充電できます。最強じゃないですか、これ。なので、もし持ってない人はこれ結構おすすめです。はい。で、これは定番にアンカーのモバイル充電器ですね。なんか持ってみたら結構正直重いんですけど、まあ機能性とか考えたらこの重さ許容範囲かなっていう感じです。はい。で、これは300均で買った三脚です。確か1000円ぐらいでした。これめっちゃ便利ですごいちっちゃく折りたためます。これ愛用しそうです。ちなみに、ここがインドネシアで泊まってたカプセルホテルです。こんな感じで結構綺麗で首都ジャカルタにあります。で、枕元にちゃんとこういう感じでチャージャーとか、あと電気の電源もあります。で、この鏡と机は折りたたみ式なので、寝るときとかは畳めるようになってます。で、ここに荷物掛けですね。はい、以上でした。この黒いカバンが便利っていうのは結構他の人も言ってます。はい、ちなみにこれが今日泊まってるカプセルホテルのシャワールームとトイレです。こんな感じでシャワーもピカピカで安心でした。これは私のお気に入りのお魚キャップです。お魚キャップのいいところは、吸盤があるから歯ブラシ立てにもできるし、で、持ち運ぶときは歯ブラシキャップになるんですよ。これめっちゃ最強でもう2年3年ぐらいずっと愛用してます。
これも同じくめっちゃ愛用してる歯磨き粉です。で、これはこういうタブレット状なんですけど、で、ちなみにその飛行機とか移動するときはちっちゃい方にちょっと入れていつでも歯磨けるようにしてあります。これめっちゃ便利です。液体類は、最低限持ってってなくなったら現地調達します。あとは大量の虫刺されの薬も持っていきます。あとは漢方薬と、あとカロナールとか高熱が出ちゃった時の応急処置用の内服薬と絆創膏も持っていきます。ここら辺は地味にあると便利なものなんですけど、カトラリーと、あとパックとメイク落としは飛行機の中で使います。あとタブレットのマウスウォッシュです。で、これはインターネットを使わないエンタメですね。はい、ちなみにこれは今日泊まってるホステルの、ロビーです。なんかインターネット使わないエンタメがある方が旅が充実する感じがするので、いつも持ってってます。ちなみに合計でカバンの重さも含めて12キロぐらいです。機内の規定って結構7キロとかが普通だと思うんですけど、12キロでも一度も止められたこととか、超過料金払ったことないので、スーツケースに対しては結構航空会社厳しいんですけど、リュックに対してはそんな厳しくないっていう印象があります。はい、ちなみにこちらヨガマットです。これも持って行っちゃいました。はい、ってことで以上になります。みんな最後まで見てくれてありがとうございました。こんな感じで、ミニマリストでありながらも、本とかヨガマットとか編み物とか、現地での、一人時間が充実しそうなものは、持っていきます。その代わりね、その日用品とか現地調達できそうなものはカットしております。ってことで、これからインドネシアでのコンテンツもたくさん載せていくので、チャンネル登録お願いいたします。じゃあねー。